日本史時政と義時。北条時政は源頼朝が没すると、嫡男の北条義時と将軍継承問題で対立して伊豆へ追放された。北条時政と義時の関係を詳しく見ていこう。北条時政は伊豆の在庁官人の家に生まれたが、北条氏は天皇に関係する源氏や平氏のような高貴な一族ではなかった。しかし源頼朝と長女の政子が結婚して嫡男頼家を産んだことで、北条家は有力御家人の仲間入りを果たした。そんな時政だが、1182年寿永元年、頼朝が愛人亀の前と起こした事件によって、5歳牧の方の親族牧宗親が恥ずかしみを受けたことに立腹して、時政は頼朝に無断で鎌倉から伊豆へ引き上げてしまう。驚いた頼朝は深夜にもかかわらず、時政と行動を共にしなかった義時を呼び寄せて称賛している。義時は懸命に頼朝に仕えたが、時政は頼朝と意見が合わない場面が多く、そのため頼朝の生前には時政は官職や幕府の要職にはあまり恵まれなかった。1199年正治元年に頼朝が没すると、鎌倉幕府の第二代将軍に頼家が就任すると、時政は外祖父として俄然幕府の中心人物として脚光を浴びる。しかし頼家は乳母父比企能員の娘若狭局と結婚。嫡男一幡が生まれたため、比企氏が北条氏を上回る勢力を幕府内で持つようになる。時政は頼家の独裁を阻止するために、有力御家人13人による合議制をスタートさせる。時政は頼家の弟千幡、後の実朝の擁立を模索するが、そのクーデターの動きを頼家派の梶原景時につかまれ、頼家の知るところとなった。ところが景時はクーデターの証拠を示すことができず、逆に66人の御家人による連判状を突きつけられて失脚し、景時は上洛を試みるが討ち取られ、梶原一族は滅亡する。これらの仕打ちに頼家派の比企能員は、頼朝の弟で政子の妹阿波局の夫前将を謀反の罪で討ち取る。1203年建仁3年8月、頼家が重病となると、時政は将軍の領地を関東に限り、関西38カ国の地頭職を実朝に譲与させようと画策する。激怒した義和は病床の頼家から時政追討の許可を得るが、襖越しに話を聞いていた政子はすぐに時政に伝えた。時政は仏事に事寄せて、義和を自宅におびき寄せて視察すると、ひ孫の一幡ともども比企一族を攻め滅ぼした。時政は頼家を廃して実朝を将軍に据えると、翌年には頼家を暗殺している。1203年建仁3年、第三代将軍実朝の政所始めの儀式で、時政は
大江広元と共に政所別当に就任、初代執権となっている。時政は5歳牧の方の女性平賀朝雅を京都守護に据えるなど政治的基盤を拡大していく。さらに幕府の有力御家人であった畠山重忠に謀反の噂を広めて義時に討伐を命じる。しかし関東武士の鏡と称えられた重忠が謀反を起こすはずがないと義時は反対する。だが時政は無理やり義時に重忠の討伐に向かわせ、潔白を証明するためほとんど無抵抗の重忠の首級を上げさせている。この出来事があってから義時は時政とは距離を置いた生き方を選ぶようになる。やがて時政は5歳牧の方にそそのかされて実朝を廃して女性平賀朝雅を将軍にしようと画策する。時政と牧の方は自宅の浴室に実朝を入れて殺害しようと計画するが、義時と政子は危険を察知して実朝を救い出した。御家人の大多数も義時と政子に従ったため、時政は観念して出家。牧の方と共に伊豆へ追放され、この地で没した。義時は時政の後を継いで政所別当となるが、執権になった時政が独裁を行ったため、すぐに執権にはならなかった。義時は政子の協力を得て鎌倉幕府の基礎づくりに尽力。実朝が頼家の維持公暁に視察されるが、都から九条頼経を将軍に迎えることが決定する。後鳥羽上皇が義時追討の院宣を発し、承久の乱が勃発した時も、政子の強力な後押しで義時は朝廷軍を撃破。後鳥羽上皇を沖ノ島へ配流している。最後まで息を合わせて鎌倉幕府の礎を固めた兄弟だが、北条義時は1224年法安5年、北条政子はその翌年に逝去した。